こんにちは、とばログです。はい、今回はですね、ちょっといつもと違う環境でね、動画を撮ってみているんですけども、ここはね、オーストラリアの海ですね。綺麗ですよね。今日もめちゃくちゃ天気が良くて、すごくいい感じです。というわけで今回の動画はタイトルにもある通りなんですけど、これアップルのビジョンプロ、これは PC モニターの代わりになるのかっていうね、動画を撮っていこうかなと思います。これまでね、トバログいろいろこういうビジョンプロとかメタクエストとか AR グラスとかね、たくさんそういうガジェットを使って仮想空間の中に大きなねモニターを作り出して、旅行中でも快適に作業できるのかっていうね動画を撮ってきているんですけども、今回はそれのね、まとめ的な動画でしばらく使った中で実際どうなのっていうところを、それぞれのね機種に対して実際モニターの代わりになるのっていうところを紹介していこうと思います。はい、というわけで Apple Vision Pro、気になってるっていう人そんなにいないと思うんですけど、結論として、装着感はね若干難ありなんですけど、本当に十分実用的、これ 4K モニターに置き換わるんじゃないかっていう感じなので、それをね踏まえて今回は話していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。基本的にビジョンプロで作業する時の布陣はこんな感じですね。ビジョンプロがメインとなっていて、ここにねこのナイキのバンドみたいなのを巻いたりもするんですけど、最近はね意外と巻かなくても慣れてきたので、この単体と、あとはこのねクリップ付きのこのベルキンの純正のケース、これを使っています。で、現状ねビジョンプロ単体だと日本語入力ができないので、作業する時は基本的にこのね MacBook M3 Pro のMacBook Pro 13インチを使っています。これをね使いつつこうやって開いて、このままねいつも作業するんですけど、こういうキーボードの上に乗っけるこういうのを使って、ここにキーボードがシャッとやって、で MacBook をね使う時は基本的にこの Air1 っていうこういうね薄型のキーボードがあるんですけど、これをこの上に乗っけて有線でね接続して使うっていう感じがメインの使い方ですね。結構ねこれにトラックボールを使う時もあるんですけど、こんな感じでちょっとした外で作業する時とかはやっぱりねトラックパッド便利なので、トラックパッドをねメインのツールとしてこれでカーソル移動しながらこういう風にねこれでカチャカチャと打ちながら使うっていう感じです。ちなみにこれはタンブラーなんですけど、イエティっていうメーカーのタンブラーをここに使っています。テーブルはねヘリノックスっていう、めちゃくちゃ軽くてもう本当にコンパクトになるテーブルなんですけど、それのね椅子と、テーブルを使っているっていう感じですね。基本的にはこんな感じで、これでねビジョンプロをこうガシッと装着をして、でこの、バッテリー結構ね落ちやすいので、これをねこの腰のベルトあたりにこうやって装着をして、この感じで、前を向きながら大画面で作業をするっていうスタイルが多いですかね。はい、というわけで今ねビジョンプロからの映像を見ているんですけども、実際にねトバログが今見ている景色はこんな感じですね。目の前にこのね MacBook を投影したミラーリングをしたねディスプレイ、大型だいたい50インチぐらいあると思うんですけど、それを置きつつ、こっち側にねもう一つね画面を増やすためのスプリットビューっていうアプリを使いつつ、一番ねこっち側にはこれ音楽のツール、Apple Music を置いて、この環境で作業することが多いですね。で、実際ねこれポンポンって押すとこの景色が消えて、こんな感じでね、周りの景色見えるんですけど、いやめちゃくちゃ綺麗ですねこんな感じで今ねちょっとこういう感じで撮っているんですが、普段はだいたい家の中で作業するときは若干ねこのイマーシブモードをちょっとだけオンにして、目の前をね若干暗い環境にして、作業していますね。マックスまで暗くするとこんな感じでね星空がある美しい森の中にいる感覚になるんですけど、あんまり真っ暗にしすぎちゃうとこの目の前とかが見えなくなっちゃうので、本当に4分の1ぐらいの明るさにして、かつここのね目の前のキーボードを見ながら作業するっていう形で今は落ち着いています。どんどんね、新しいツールとかが出てきたら変わるかもしれないんですけど、基本的に今はこんな感じで作業できているっていうところですね。はい、という感じでまたねこの海のシーンに戻ってきたんですけども、そもそもじゃあビジョンプロをモニターとして使ういい点と悪い点、どんなところなのっていうのを改めて紹介しようと思います。まずねやっぱすごいいい点で言うと、このね
このサイズ感でありながら 4K 解像度でもすごく大画面で綺麗にね映像が楽しめる、作業ができるっていう点ですね。今この Vision Pro で見てる映像を 4K の等倍表示にしてるんですけど、 4K の等倍表示でも Vision Pro の解像度がめちゃくちゃ高いことによって普通に作業できるんですよね。こんな感じでこういうフッテージとかって13インチ MacBook Pro だとねめちゃくちゃきついし、メタクエスト3とかね他のVR 系の作業空間でも結構厳しいんですけど、 Vision Pro はめちゃくちゃ解像度が高いことでここのね細かい文字も読めるし、本当にかなり広くね画面を使うことができます。限りなく4K の本当に50インチクラスあるディスプレイにね置き換えられるんじゃないかっていう、そこがやっぱりね一番いい点ですね。視野角はね本当に狭めなので1画面をこうやって見たらこっちの画面はねちょっとこうやってかなり首を動かさないと使えない感じではあるんですけど、慣れれば本当にねこうやってサラサラっていう感じで見ることができますね。こういう限りなく外部ディスプレイに近い形で作業ができるっていう点がやっぱり一番いいかなと思います。で2つ目としてはこれもね結構個人的な重要性ではあるんですけど、遅延が本当に少ないですね。今こういう風に投影しながら使っているんですけど、こうやってね、2倍速表示をしながらリアルタイムでねこうやってカット編集とかもこう止めるとかストップカットここまでカットするとかそういうのも本当にねサクサクできます。これちょっと前のバージョンだとなんかね遅延を感じてて時にはね止まったりしてたのでこれちょっと使えないかなとか思ってたんですけど、実際にねなんかアップデート 2,3 回繰り返したからなのかこの辺の遅延が本当に感じなくなってますね。メタクエスト3とイマーズドの連携だとちょっとね遅延を感じたりして、カット編集は本当に MacBook の画面だけでやってたんですけど、 Vision Pro に関してはその辺もね完全にこの Vision Pro と MacBook を連携することで普通にね使うことができます。これはめちゃくちゃ、動画編集者にとってはありがたいですね。本当に大きいモニターって旅行中に持っていくことはできないので、これとね MacBook と組み合わせるだけでかなり広くね時にはこっちのエクスターナルのディスプレイを使いながら作業ができるっていうのがやっぱり最高です。ここはねすごい本当に。ちなみにねここに今エクスターナルのこのサードパーティー製のねアプリを使ってるんですけど、こっちに関してはちょっとねイマーズドを使うよりもちょっと遅延を感じますね。こっち側に関しては時々こうカーソルがね動かなくなったりとかそういうこともあるんですけど、このねメインのディスプレイに関しては本当にサクサク使うことができます。で Vision Pro を外部ディスプレイとして使う理由3つ目としてはやっぱりねパススルーがね綺麗ですね。これはいろいろ VR ヘッドマウントディスプレイとかを使ってきたんですけど Vision Pro が一番綺麗です。本当にね現実世界と見間違うかっていうぐらい綺麗かっていうと微妙なんですけど、 iPhone のねカメラ越しに動画を撮っている感じのぐらいのね感覚ですかね。こうやって普通に見ていてもざらつきもなくねキーボード上のこのキーボードとかトラックパッドとか全然見えるし、こうやってねこういう飲み物とかも全くズレがなくこうやって飲むことができるっていうところがねやっぱ強いですね。こうやって景色を見ても普通に綺麗だなっていう感じだし、部屋の中にいても多少ノイズはねあるんですけど全然ねちょっと暗い場所ぐらいなら全然大丈夫です。Vision Pro に関しては現実世界に対してこうやってね画面をこう例えば浮き上がらせるっていうのが売りなデバイスなので、パススルーがねすごい綺麗っていうのはね当たり前っちゃ当たり前だと思うんですけど、実際にこうやってね MacBook とかをこう外部ディスプレイとして使う場合には本当にこのパススルーの綺麗さっていうのは重要性が高いですね。はい、ちょっとねここからガラリとシーンが変わります。もともとねオーストラリアで1ヶ月半ぐらい前にね撮影してたんですけど、そっからねいい点4つ目のところがすごくね日に日にこう更新されていくというかいろいろね状況が変わってきたので、改めてこの日本に帰ってきて今ね引っ越ししてる最中なんですごいぐちゃぐちゃなんですけど、この状態でね撮っていこうと思います。はい、いい点4つ目なんですけど、いい点4つ目は PC モニタープラスアプリとかねその他画面以外のところが拡張できるっていうところですね。これはめちゃくちゃメリットを感じていて、Vision Pro だからこそできるっていう感じかなと思います。実際にね見てもらうのが早いと思うんですが、今ね Vision Pro からの景色を見ているんですけど、割とね引っ越ししたてで何もなくて本当に殺風景な部屋なんですね。こんな感じの普通の物件っていう感じだし、このねデスクも組み立ててはいるけどモニターもないし何もない真っ白な
な感じなんですよ。なんですけど、僕がビジョンプロから見ている景色を一度ね映します。ダブルタップをここにするとドンと、はい、こんな感じでいろいろなモジュールだったりこういうものがねどんどんここに出てくるんですね。普通にこのねディスプレイとして使うだけであれば、ここだけあればいいかなっていう感じなんですけど、これだけじゃなくて、例えばこれメインモニターなんですが、モニターサブモニターもここに映し出していて、こうやってね動画をこう作りながらこっちでねリファレンスを流すとかそういうのもしたり、あとこれビジョンプロならではって感じだと思うんですけど、こんな感じでタスク用のね付箋みたいなのがまた日本語対応してないんですけど出せたりとか、あとこっちにこれ面白くないですか？こういうインテリアっぽいねモジュールもこれ影がついてるんですけど、こういう風に好きなところにね自分で置いて時間を見たりとかバッテリー残量とかそういうのがねチェックできるんですね。かつすごくいいのが、こうやって冒頭でも紹介したんですけど、音楽をね再生するこういう窓とかも出せて、いつでも好きな音楽をこのね耳を圧迫することなく、代わりに目を圧迫してるんですけど、このね空間にいる感じで聴けるっていう、ここが本当にいい点だと思います。これは本当にビジョンプロ唯一無二だなって感じですね。でこういうねアプリケーションはこうやってこういうのをねどんどん押していくと、こんな感じでポチッと押せばね一個ずつこんな感じで追加していったりができるっていう感じで、これからねどんどんインテリアが増えていくと思います。そして個人的にすごく熱いなと思うのがこちらですね。このグイーンと上を見ると、ここにね今、青空で天窓がある部屋なんですけど、こんな風に、天窓もこれ実はビジョンプロで映し出してるんですね。普通に何もないこの、壁の白い空間なんですけど、これもね窓を同じ場所に固定して置いておけるので、作業しながら、画面越しではあるんですけど、こう抜け感のあるような感じで作業したり、こういうね、アトモフウィンドウみたいなのとか、あとバーチャル空間用のねインテリアがどんどん追加していけるっていうのがやっぱりね熱い点です。現状ねどんどん毎日いろんなこういうのが出てよみたいなのはねフォーラムみたいなのでシェアされていったりするんですけど、こういうのが次々に出ていくことで、どんどんねこのディスプレイだけじゃなくてその他のこういうアプリケーションとかで画面をね拡張していけるっていうのが嬉しい点ですね。基本的な用途としてはやっぱりね PC モニターとして使うことがメインなんですけど、空間をねすごくミニマルに保った状態でありながら、バーチャル空間ではこうやっていろいろな便利なね、アプリケーションだったりインテリア的なものをどんどんねこういう風に拡張しておけるっていう点がやっぱりビジョンプロそこがすごい面白いなと思います。ハードウェアの 4K 表示ができるとか、パススルーが綺麗とかって、スペックをね追い求めていけばできることだと思うんですけど、アプリケーションの開発とかそういうのってどんどんね人が集まってこないとあんまりこう日進月歩していなかったりもするので、この辺はね注目度がこういう作業デバイスとしてすごく注目度が高い Apple Vision Pro ならではなのかなっていう感じがしますね。ここがね Vision Pro やっぱり面白いところですね。はい、こっからはちょっと残念な点なんですけど、残念な点からはまた海のシーンに戻ります。実際にねモニターとしてビジョンプロを使ういい点はそんな感じですかね。逆に、残念すぎる点も結構あります。まず1つ目としてはモニターとしては高すぎます。はい、ビジョンプロは本当にね価格で言うと60万円近いんですよ。現状だと本当に円安とかも進んでるし、そもそもね50万円台ぐらいって言われてたんですけど、だんだん高くなってきていて、その60万円とか支払うのであれば、10万円以下でね 4K モニター、2枚とか買うこともできるので、そういうね、物理的なモニターを10万円で購入して残りの50万円で MacBook とかメイン PC にすごくお金を使う方が本当に有意義な使い方だとは思います。なのでモニターとしてビジョンプロを買おうと思っている人はちょっとねやめた方がいいかもしれないですね。たださっきも言った通り物理的な制約がなく仮想空間の中で、4K 解像度でね、映像が出せるっていう点ではねすごくありだなとは思うので、この辺はビジョンプロ自体に面白さを感じてる人とかだったらすごくいいのかなっていう感じですかね。この辺のね価格はもう分かりきってるところだと思うので、本当に買ってみたらモニターとして使ってみようっていうそんぐらいの気持ちでいるのがいいのかなと思います。でモニターとして使う残念な点2つ目としてはやっぱりこの物理的な装着感ですよね。
前のレビューとかでも言ってるんですけど、ビジョンプロって結構重いんですよ。これ単体でもね600とか 700g ぐらいあって、 iPad Pro の12インチぐらいの重さがあるんですよね。でそれをずっと頭につけていると、こうやってね、大画面でいくら作業できるからといっても結構集中力が切れるというか、重みをすごく感じる気はします。で実際に今まで VR ゴーグルで作業してきて思うのが、このね実際の重さよりも前にね重圧がどれだけかかるかで結構ね快適さって変わると思うんですよね。で特にねビジョンプロの場合は前面だけにねすごく重さがかかるので、こうやってずっと使ってるとこうやってねほっぺたとかこの前のね顔の前側にすごい圧力がかかって、そこがね結構辛い感じがして集中力が途切れるんですよね。メタクエストもね同じぐらい重たさはあるんですけど、結構ねメタクエストの方が快適なんですよ、装着感に関しては。なんでかっていうと、このね前面だけじゃなくて後ろ側にもバッテリーをね搭載することができるので、こっち側にこうグイってね重さをかければバイクのヘルメットとかをかぶってるような感じで割とね快適に使えるんですね。その辺がねビジョンプロに関してはすごく重さを感じるので、これはねやっぱり物理モニターと比べると快適性は圧倒的な差があるかなと思います。自分はね本当に好きで使ってるんですけど、外部モニターとしてだけのためにね買おうとしたら、ここが結構ねこれ言ってることとやってること違うじゃんっていう感じになる気はするので、ここはねちょっと注意が必要ですね。ちなみにずっとつけてると結構ね慣れてはきます。ただ目の疲れとかその重さみたいなところの疲れはちょっとねやっぱり普通のモニターと比べるとしんどいかなっていうところですかね。ちなみに肩こりに関しては普通にねこうやってノート PC を見るよりも自然なね角度でこの画面を楽しむことができるので、重さというか肩こりに関してはねそんなに気になりにくいかなっていうところですね。物理モニターと比べるとちょっとしんどいけど、PC のねこのラップトップの画面と比べるとすごくいいっていう、そんな感覚であります。でモニターとして使う残念な点3つ目としては、微妙なところもこれはね本当に改善されると思うんですけど、 PC 側のスピーカーに現状は非対応ですね。なのでこのスピーカーが搭載されていないモニターを使ってる感覚です。実際にね動画編集をする時も映像はねここで綺麗に見えるんですけど、音に関してはここにねイヤホンを装着して、この物理的なイヤホンでこう音を聞いてる状態なので、このねビジョンプロ上で音をね再現するっていうことは現状難しそうです。この辺はねおそらくこの遅延、この辺はねこの無線で接続していることによる遅延の問題が一番大きいのかなと思うんですけど、早くねこの辺も改善してくれたら嬉しいなっていう気がしていますね。はい、続いて残念な点4つ目です。残念な点も何気に多いんですけど、残念な点4つ目としては、現状ねこのゴーグルを取るとモニターがリセットされちゃうんですね。今ね装着している状態なので、これをねこうダブルクリックすると同じ場所にねこうマッピングされているんですけども、これをね取り外してしまうともう一回つけてもねホーム画面にしか戻んないんですよ。でホーム画面に戻ってからいちいちねここからこうコネクトみたいなとかを探さなきゃいけなかったり、上の方からねこの MacBook をこうやってね接続します。 Mac バーチャルディスプレイっていうアプリが今ここに表示されているんですけど、こういうのをねいちいちこう踏んでいかないと、このね作業用の画面が出てこなかったりして、しかもねこの作業用の画面も一回取り外してまたつけちゃうとサイズとか位置とかがねちょっと元に戻っちゃうんですよね。リセットされちゃうっていうところがやっぱり使いづらいかなと思います。こういうアプリとかもね普段から使っていると2画面で使えて便利だなって感じなんですけど、これもね一回取り外してまたこう再起動してみたいになってくると、いちいちこう一個ずつねアプリこれ開いてないこれ開いてないとかやんなきゃいけないので、例えばそのホーム自分にとってのアプリとかを開いた状態のホーム設定みたいなのができるといいかなってところですね。これはそのうち多分不満が出てきてアップデートとかされると思うんですけど、現状PC モニターとして使う分にはそこが不便ですね。そんな感じかな。結構ねいい点悪い点いろいろ話してみたんですけども、そんなところかなと思います。はい、というわけで今回はねビジョンプロは PC モニターの代わりになるのかっていう文脈で動画をね撮ってみました。この環境で撮ってるので実際にどんな感じで撮れてるのかわかんないんですけど、いろいろねいい点と残念な点についても触れられたんじゃないかなと思います。結論としてはやっぱりねモニターとしてのためだけに買うのはちょっと微妙なんですけど、このね新しい進化とかどんどんこう利便性が上がっていくビジョンプロの楽しさをね一緒に追いかけたいみたいな、そう
そういう意図でそのねサブ的な目的として、MacBook と接続すれば外部モニターになるみたいな、そういう使い方が現状はねすごくいいのかなっていう感じですね。本当にこれからこういうねタスクアプリとか、窓を装着するアプリとかそういうのもどんどん増えていくと思うので、これからの進化に本当に期待しています。はい、というわけで今回はこの辺で動画を終わりにしようと思います。ぜひね気に入っていただけた方はいいねボタンとコメントをよろしくお願いします。あとね過去動画でトバログでは結構ねビジョンプロのレビューだけじゃなくて、AR グラスとかメタクエストとか、あと意外とね人のルームツアーの取材とかそういうねコンテンツもたくさんアップしているので、もしよかったらぜひチェックしてみてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。OK。